手持ち無沙汰な時間、ついスマートフォンを眺めていないか。次から次へと流れてくる情報に心を奪われてはいないか。そしてふと我に返った時、言いようのない虚しさに襲われることはないか。それこそが現代の地獄、退屈という名の苦しみだ。だが安心せよ。結論から言おう。その退屈から逃げるのをやめた瞬間、苦しみは知恵へと変わる。この動画では何もない時間を豊かな時間に変える究極の方法を授けよう。最後まで見れば君はもう二度と退屈を恐れることはなくなるだろう。まず、なぜこれほどまでに退屈は苦しいのか。仏教の基本、主体に照らして解き明かそう。一つ、人生枠であるという真理、苦体。退屈とは、この苦の一つの姿に他ならない。では、その原因は何か。二つ、苦の原因は渇き求める心、実体だ。現代の君たちは刺激を渇き求めている。スマートフォンの通知、短い動画、次から次へと現れるニュース。君たちの心は絶え間ない刺激に慣らされ、それに依存してしまっているのだ。これは心の一種の中毒症状と言える。その刺激が途絶えた瞬間、心はどうなるか。パニックに陥る。何かをしなければ、何かを見なければ、と落ち着かなくなる。この心の叫び、この落ち着かなさこそが退屈の正体だ。例えるなら、泥水が入った杯だ。君たちはその杯を常に揺らし続けている。刺激という名の揺れで泥が沈殿するのを恐れているからだ。退屈な時間とはその揺れを止めた瞬間、水が濁っている現実を直視させられる不快な時間なのだ。だが思い出せ。泥水を澄んだ水にする唯一の方法は静かに置いておくことだけだ。退屈とは君の心を自由化するための最初の不可欠なステップなのだ。三つ目、苦は滅することができるという真理、滅体。そして四つ目、苦を滅ぼす道があるという真理、道体。その道についてはこれから詳しく説いていこう。君たちはよく言う、何もすることがない、と。それは誠だろうか。目を閉じて静かに感じてみよう。君の心臓は今この瞬間も鼓動している。君の肺は空気を吸い、吐いている。君の周りの空気は静かに流れ、光は君の肌を照らしている。世界は一瞬たりとも止まってはいない。万物は常に移り変わり、同じ状態にとどまることはない。これこそが諸行無常という宇宙の根本法則だ。何もないというのはこの偉大な流れに対する君の心の壮大な勘違いなのだ。退屈とはこの流れに逆らい何か特別なことが起こるべきだという執着から生まれる。花火が上がるべきだ、面白い動画が見られるべきだと、静かな川の流れそのものを楽しむことを忘れてしまっているのだ。さらに君が退屈だと感じるその状態も様々な条件が重なって生じている。これを演技という。仕事が終わったという。因。次の予定まで時間があるという。縁。それらが合わさって手持ち無沙汰というかが生まれる。この状態は善でも悪でもない。ただの状態だ。食事中という状態や歩行中という状態と何ら変わりはない。それに退屈というレッテルを貼り苦しんでいるのは君自身の心なのだ。固定的な退屈な私など存在しない。ただ退屈という条件付けられた心の状態が一時的に生じているに過ぎない。この真実を感ずれば退屈という幻に振り回されることはなくなるだろう。では具体的にどうすれば退屈を豊かな時間に変えられるのか。その道、八正道の一つが少年、すなわちマインドフルネスだ。鍵は逃げることではない。味わうことだ。次に退屈を感じたらスマートフォンに手を伸ばす前にまずこれを試してみよう。ステップ1、退屈を観察する。目を閉じ自分の内側に意識を向ける。退屈だという感覚は体のどこで感じている。胸のあたりがそわそわするか、腹の底が空虚な感じか。良いも悪いも判断せずただその感覚の存在を認めるのだ。ああ、今ここにそわそわする感覚があるなと。ステップ2、呼吸に意識を戻す。これは安般守意経に基かれる最も簡単で強力な主義用だ。鼻を通る空気の温度を感じてみよう。吸う息は少し冷たく、吐く息は少し温かい。お腹が膨らみ、縮む動きを感じてみよう。これが君の心の怒りとなる。必ず心は他のことを考え始める。夕飯は何にしようか、あの仕事は大丈夫か、と。それに気づいたら自分を責めてはならぬ。ただ、考えていたなと認め、そっと呼吸に意識を戻すのだ。この繰り返しが心の筋力トレーニングになる。ステップ3、感覚を解放する。呼吸に慣れたら今度は五感に意識を広げてみよう。耳は何を聞いている？エアコンの音か、遠くの車の音か。
肌は何を感じている？椅子の硬さか服の感触か。鼻は何を嗅いでいる？部屋の匂いか外の空気の匂いか。君は何もしていないのではない。今ここに存在するという最も尊い営みをしているのだ。これが退屈を瞑想に変える技術だ。特別な時間はいらぬ。道具もいらぬ。退屈を感じたその瞬間が君にとっての道場となるのだ。少年になれるのが難しいと感じる者もいるだろう。心がどうしても内側の虚しさに向かってしまう時だ。そういう時は視点を変え、意識を外側に向けてみるがよい。退屈という自己中心的な感覚を他者を思う慈悲の心へと転換するのだ。これを死無良心の主義用という。慈悲喜捨。この4つの無限の心を育むのだ。退屈な時間、椅子に座ったままでできる。まず君が大切に思う人を一人心に思い浮かべてみよう。親でも友人でも恋人でもよい。その人の幸福を心から願うのだ。あの人が健やかでありますようにと。あの人が幸せでありますようにと。あの人が苦しみから解放されますようにと。次に好きでも嫌いでもない中立な人を思い浮かべる。よく行く店の店員や毎日すれ違う人などだ。その人にも同じように幸福を願う。あの人もまた私と同じように幸せを願う人間なのだと知る。そしてもし君に勇気があるならば、君が苦手だと感じる人、嫌いな人を思い浮かべてみよう。難しいだろう。だが試してみる価値はある。その人にも同じように願うのだ。あの人もまた苦しみを抱えているのかもしれないと。あの人の苦しみが少しでも和らぎますようにと。これは相手のためではない。君自身のための修行だ。憎しみの炎で我が身を焼かぬための。この慈悲の心を広げていくとどうなるか。君の心は足りないという欠乏感から与えるという豊かさへとシフトする。退屈を感じる暇などなくなる。なぜなら君の心は全世界の生きとし生けるものへの愛で満たされるからだ。これぞ退屈を慈悲へと変える究極の錬金術だ。まとめよう。退屈の苦しみは刺激を求める渇愛から生まれる。逃げるのではなく退屈の瞬間を観察せよ。呼吸を怒りとし今ここに心をとどめるのだ。それが少年だ。あるいは他者の幸福を願う慈悲の時間とせよ。君が次に退屈を感じたとき、それは苦しみではない。それは君の心を磨き、知恵を育むためのまたとない好機だ。恐れるな。ただ静かに座ってみよう。健闘を祈る。お布施は高評価、入門はチャンネル登録にて。